シェーナということで、二人パパのみっつんと、リカパパです。リカパパっていうよね。リカルドですじゃなくて、リカですじゃなくて。あ、みつはなんて言った？みっつんですっていう。あ、ほんと。俺は何？リカ？リカ。オッケー。あ、でもどっちでもいいけど。あ、じゃあ、もう一度最初から。いいよ。このままでいこう。今日は実はでも面白くないでしょ？ああいう話が。いいと思う、いいと思う。うん。今日はちょっと音楽がないんですけれども、ちょっといろいろ理由があって、サムネやタイトルでも、お気づきかと思うんですけれども、ちょっと今日はシリアスな話をしようかなと思っています。二人パパ。ちょっと最近動画が週1になってたんですけど、いろいろ忙しくて、家族のことがいろいろあったので、そういう感じになりました。何があったかっていうと、リカのおばあちゃんが、先週だったよね、まだね。亡くなりまして、その関係で、アイスの動画ちょうど出した時にリカがずっとお家にいないっていうことを言ったんですけれども、それはもうリカがずっとおばあちゃんが住んでるところの近くにリカのお母さんと一緒にいて、付き添いをずっとしてくれていたということで、僕らも息子くんと一緒に行ったんですけど、仕事だったりとか幼稚園があったりしたので、僕らだけ帰ってきてとか、でもリカだけ向こうに残ってっていう北極圏の中のね、おばあちゃんの家でステイしてましたね。で、おばあちゃん自体は老人ホームみたいなところに入ってたんだよね。そうですね。1年前から老人ホームに入りました。ちょうどペレットの動画を作ったでしょ。動画そうそうそう。おばあちゃんなんだけど、老人ホームって言ってもあれだよね。ほとんどアパートみたいな感じになっていて、そこになんていうかな、いろいろお世話をしてくれる人たちで、お薬のことだったりとか、そうですね。食事とかそういうシステムがあります。あんまり病院の雰囲気ではなくて、なんか普通のアパートで、スタッフもあんまりそういういわゆる看護師とかお医者さんじゃなくて、の服ではなくて、なんかちょっと普通の服で。だから自分のお部屋があって、キッチンもあったよね、おばあちゃんの部屋はね。そうですね、おばあちゃんの部屋。俺も一回、伺ったことがあるんだけど。そうですね、キッチン、ダイニング、リビングがあって、寝室があって。そうそうそう。そういうところにね、ずっといて、ペレットの動画で、ご覧に入れたおばあちゃんの家なので、おばあちゃんがずっとね、あそこの家に住んでたんだけど、最後は、お正月過ぎぐらいからちょっと体調が悪くなったっていうのがね。そうですね。ずっと老人ホーム入ってから、それは1年前。その、1年前からぐらい、ちょっと体の力がなくなって、なんかだんだん。おいくつだったっけ？85歳ぐらいでした。そうだね。だから寿命といえば平均ぐらいだとは思うんですけど、そうね。ちょっと本当に残念だなっていうのはあるんだけども、リカはなんか思い出ある？おばあちゃんの。僕、長男で、二人パパ。リカはなんか思い出ある？おばあちゃんの。僕、長男で、いとこたちの中で一番年上、そうだね、最初の孫でした。おばあちゃんの一番最初の子供があなたのお母さんなんだよね。そうですね。でおばあちゃんも20歳で産んでるし、あなたのお母さんもあなたを20歳で産んでるし、そうですね。そのおばあちゃんは40歳で初孫ができたってことだよね、大体。そうですね。だからまだ、おばあさんとおじいさんは結構若くて、僕の子供の頃若いでした。よく遊びに行きました。そうだね。そう。魚釣りとか。そうだね。川も目の前にあるしね、お家のね。で、今回、そういうことになったから、一番年上で、一番そういった思い出もある初孫だしねっていうことで、ちょうど近くにもいるし、仕事もね、向こうにいる間もできるから、リモートでできるから、そういう職業だからっていうのも、どうせ今みんなリモートだ家で仕事をやってるから。そう。でお母さんもね、やっぱり心強いかなっていうことでリカがずっとついててくれたんですけど、みんなね、もうそろそろだなっていうのがあったからだんだんもっと
体の力が、うんまあ、ない、もうない、なんか食べられないぐらい、食べ物も受け付けないぐらいつけないぐらいだから、みんな、いや、まあ、これで、うんで、分かりました。でももちろん、それでもとても、まあ、大変悲しくて、悲しくて。もちろんね、そうだね。で、でも、亡くなるさ、前日だったっけ？フェイスタイムしたでしょ？ビデオ通話したよね。まあなんかうちらもうちの息子くんがリカパパがいなくて寂しいっていうことを言ったから、ね、僕と息子くんが家にいる時にね、でリカパパはおばあちゃんとかにいたから、じゃあリカパパに電話しようかって話になって、こうフェイスタイムでビデオ通話でリカパパの携帯に電話して、あれほんと亡くなる、だから数時間前だよね。そうですね。そう。その時はもう寝てて。そうだね。もうこうベッドにずっと寝てたんだけど、まあその時こうお話しして、息子くんももうその、まあ息子くんからするとひいおばあちゃんにガンベルモルモルって呼んでるんだけど、がまあ病気でもうずっと寝てるから今寝てるんだよってことは伝えてて、でまあそれはもう分かってる感じだったよね。まあ息子くんがもうすぐ5歳になるわけだけど、で電話して、まあちょうどそのひいおばあちゃんも見えてたから、もう本当にねただ寝てるだけの状態だったんだけど、でまあ別にひいおばあちゃんに何か言うわけではないけれども、なんか喋ってたんだね。息子くんとリカパパと、あとパルモル、あなたのお母さんと。そうですね。まあこういうフェイスタイムでカメラで、そうだね。なんかとっても静かカーンで見てたから、なんかそれを見せたかった。そうだね。もうでその時にそしたらさ、息子くんが突然さバイスコルブの歌を歌い始めたんだよね。歌を歌ってた。そう。あれでもちょっと俺はなんか微笑ましかったなと思って、なんかまあふざけた歌じゃないあれ、適当にバー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 とか言ってなんか適当に作った即興の歌を歌い始めて、まあねひいおばあちゃんにそれが聞こえていたかどうかはまあわからないけどね、まあ本当に亡くなる数時間前の時だったから、まあその時はもちろんわかんないけど、いつね旅立つかはわからなかったんだけど、まあでも結構長く歌ってた。歌ってたよね。息子くんが長く歌って。そうだね。なんかまあそれで「ヘイどう?」って言ってね、その時ね言ったんだけど、でも多分それよりもあれだよね、パルモルが嬉しかったと思う。ずっととっても嬉しかった。まあでももちろんちょっとはい。Stan har bara sett ut sig till en fågel. En lilok fågel med そうね。Ja. そうなの？ Och det varね、så onsdag. 何の話してたっけ？息子くんが歌歌ってた。歌を歌ってて、おばあちゃん、まあ僕のお母さんがとても嬉しくっていう話だった。そうだね。なんだっけ、まあいつもなんか親戚が病気で亡くなったら、なんかそういう話はとても簡単ではないでしょ。結構大変な話、子供として。もうどうやって伝えたっけ？いや普通にひいおばあちゃんが亡くなりました。亡くなりました。そうだね。まあその同じ日でなんかフェイスタイムで電話をしてなんか見てたとか、それはとっても良かったと思います。その亡くなる前に。そうですね。なんかもっと分かりやすくなると思います。子供として。なんかさ、スウェーデンだけじゃないけど日本もやっぱり核家族になってきて、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住む人が少ないでしょ。そうですね。で多分昔だとさ、割とおじいちゃんおばあちゃんが亡くなるところとかに触れる機会が多いとは思うけど、まあやっぱ老人ホームとか施設とか病院に入る方も多いから、まあ、機会がやっぱり少なくなってるとは思うけど、まあ、そんな中こう人間はというか命あるものはいつかはなくなるんだよみたいなことがまあを伝えられたことは良かったなとは思うかな。なんかその後やっぱりさ、
なんかガメラモルモルひいおばあちゃんがいなくて寂しいみたいな、いや咲くなへんねんみたいなことも言ってたじゃない。そうね。だからもうちゃんとそういう5歳、まあもうちょっとで5歳だけど、でもちゃんとそういう感覚っていうのがあるんだなと思って、もう会えないっていうのが分かってたし、今日もちょうどさ、ほらパルブのお家に今行ってて、いとこの、まあ、ちょっとだけ半年ぐらい若いいとこの子がいるんだけど、その子ももう今ガンメレモルモルはお空に行っちゃったみたいなこと言ってたでしょ。なんかすごいちゃんとなんか4歳とか5歳の子供はちっちゃいけど、その子たちなりに理解してるんだなと思って、僕はさ結構あんま覚えがないのよ。おじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時、結構ほら僕は末っ子だったから有方ちらって、もう覚えてる限りでおばあちゃんの記憶しかない、一人おばあちゃんでもそのおばあちゃんも8歳ぐらいの時に亡くなってて、なんかどうやって伝えていいか僕も分かんなかったけど、割と普通にストレートにあんまりひいおばあちゃんが今寝てるとか、で次の世界に行ったりとか、なんかそれは言いたくないでしょ。そうね、なんかはっきり亡くなりましたと言った方がいい。事実としてね。だからもう会えないとかね、もう今ここにはいないっていうことを、まあ、ストレートに伝えたって感じだったね。でそれはそれでもうちゃんと理解してくれたしね。そうですね。多分なんか寝たりする、今寝てるとか、なんかそれは大人が使ってる言葉、死が怖いから大人がそういう言葉を使ってるという理由で、でも子供と話すときは多分はっきりストレートで真実を伝えた方がいいとね。そうね。もちろん、まあ、今ちょっと COVID-19 コロナの時代だから、あんまり老人ホームはあんまり入れない。そうだね。多分それがなければ多分実際にお部屋にも行けたと思うけど、僕らもリカパパを車でね送って、まあリカパパはまあ限られた家族のメンバーの中でまあ行って実際のお部屋に行ってたんだけど、僕らはね建物の中にも入れない状態だったので、もちろんマスクとなんてフェイススクリーンとかなんかそれをやってた。でもそれまあ子供を連れて行ってもいいかっていう話はよくあると思います。そういうまあおばあさん、ひいおばあちゃんがもうすぐ亡くなりっていう時、ちっちゃい子供を連れて行ってもいいかっていう、まあそれいいかどうかなんかみんなが考えてると思います。でもリカはどう思う？多分ちっちゃい子供はなんか大人と考え方が違うから、なんかもちろんひどい一個があったとか、なんかその時はなんかちょっと気をつけた方がいい。もしなんか苦しい苦しい時とかはもちろんそれをちょっと考えた方がいい。そういう経験が怖い、トラウマになっちゃうこともあるからね。そういう恐れがあると思いますけど、でもなんか、まあ、ただにベッドでそうだね、寝てなんかあんまり苦しくない、なんか呼吸がなんか普通に、ただ寝てるだけのようなね。その時はまあ大丈夫だと思います。今すごい思い出した。今さっき俺自分は覚えてないって言ったけど、今パッてすごい覚えてるのが、まあ、うちの最後まで生きてたおばあちゃんはまあ、癌で亡くなったんだけど、多分72歳ぐらいだったから今思うとすごい若いなと思うんだけど、病院にやっぱり入院してて、まあ、お見舞いに行ったわけだよね。でその時にすごい覚えてるのが、まあもう意識があったかのかな、覚えてないんだけど、もうやっぱおしっこがもう自分でできない状態だったから、まあ、管を通してそのおしっこが、ね、溜めるバッグみたいなのがベッドの横にこうやってあってすごいそれが覚えてる。まあそういうね、おばあちゃんの最後を今急に思い出した。その話してた。そうですね、病院でいろいろ機械とか変な匂いとかそういうのもあるから、それはもちろんちょっと
ちっちゃい子供でしたら、うんちょっと怖いかもしれません、うんそれも考えた方がいいと思います。でもまあ最後のチャンスだからあった方がいいと思います。うんその死はとても怖い、うん大人、大人だもんね。でもまあそれはライフでしょ。そうだね。いつもはどう思いますか？いろんな質問はあるかもしれません、息子子供から？君。子供から。いつもはどう思いますか？いろんな質問はあるかもしれません、息子君。子供から？子供から。例えば、死んだらどうなるとか。そう、死んだらどうなるかと、まあ、スウェーデンでフューネラルがあるでしょ。ああ、お葬式ね。そう、お葬式でコフィンが土の中に入れるとか、どうなる体、とかなんかそういう質問は多いと思います。まあでも自然に戻るっていうかな、どちらにしても。まあ日本の場合はね、焼くために伏すっていうことがあるけど、まあここはまあ地域にもよるけど、多分おばあちゃんの場合はもう棺の中に入れて、まだお葬式住んでないんだけど、いわゆる今おじいちゃんが寝てる隣に埋められるっていう話なんだよね。そうですね。まあだからすごいそれを説明して、でそれで自然に帰っていくんだよっていう感じにで言おうかなとは思ってるけど、何かアイデアある？いや、まあ俺一緒だと思う。まああとはお墓参りとかはします。そうだね。ここにおばあちゃんガメルモルモルが寝てるんだよっていうことだよね。まあ一回うちらもねお墓参り行ったんだけどね、日本で。行ったね。そうだね。福井に行ったね、それはね。でもやっぱり今コロナの時代だからお葬式とそれも大変です。そうだね。もう人数が何人までだっけ？20人までのお葬式は20人まで集まっていいってことになってるね。他のイベントとかは多分8人とかになってるのね。そうですね。もしその後で、一緒に食事とか、コーヒーをお茶を飲んだりとか、それも8人前までだから、お葬式はやっぱスペシャルな、そういう特別なイベントだからってことで一応20人までになってるらしいんだけどね。ちょっと今日は本当になんかそういうちょっとしんみりしたしっとりした話にはなってしまったんだけど、音楽流れ始めた。そうだからもうこれで終わりなんだけど、こういう話もね僕らの人生の中にあるということで、今日はこういう話をお届けしました。ヘイド今度は楽しい話します。二人パパ